どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。はい、今回はですね、iPhone 16、もうそろそろ登場ということでございまして、新しいね、怪しい情報がめっちゃ出てきてますので、一個一個見ていきたいかなと思います。16のね、iPhone16、16 Pro だったりの、カラーとかデザインとか、結構ね、出回ってるんですよ。そもそもこれ本当なのかなっていうところからですね、詳細なスペックとか、で、最後、発売時期とか価格についても出てきてますので、あと、比較もね、簡単にしようかなと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければなと思います。新機能とかまとめたやつは以前の動画でお話ししてますので、そちらを見てもらえればなと。今回このキャプチャーしながらね、画面見ながら一緒に見ていきたいかなと思いますので、行きましょうざっくりとね、概要なんですけども、こちらが iPhone 16、16 Plus、16 Pro、16 Pro Max っていう形で、今年も去年同様にサイズとかは同じ、この4モデル展開になるのかなと思います。で、大きな違いとしては、この、16だとカメラですね、が、縦向きにはなるのかなとところとか、16 Pro とか、プロマックとかあんま変わんないかな。チップ性能とかがですね、A18 チップ。これ A18 Pro になってるけど。で、Apple Intelligence という AI がですね、全部入るのかなと思います。ぐらいかな。光学ズームがね、もしかしたらこれ5倍になるかもしれないんですけども、はい。あとWi-Fi 7とか、バッテリーがね、あと増えるんじゃないかって言われてますが、おそらく性能との差分で変わらないんじゃないかなっていう気がします。で、価格については今これドルになってるんですけど、日本円で後ほど解説します。そんなに変わんないかなっていうところ。細かい比較はちょっとね、後でやりますけど、15プラスがこんな感じなんで、カラバリとかもね、今、薄めのこのデザインですかね。で、丸っこい感じが、ちょっとでも縦長になるのかなわかんないですけど、ぽい感じはする。丸っこい感じは踏襲しながらカラーとかね、微妙に変わっていきそうです。この辺ちょっと後ほどね、比較しようかなと思います。はい。っていうのが、ざっくりとした感じですね。少し話題になってたのが、この iPhone16 シリーズの、プロモーショナルイメージって書いてあるんですけども、これ翻訳できないか。プロモーション画像みたいなのが流出したんじゃないかって言われてます。多分ガセなんですけど、これ。ガセというか、怪しいなっていうところはあります。なんでちょっと一個一個見ていきましょうか。これはね、iPhone16 の、仕様のページなんじゃないかみたいなね、ストアページのところですね。よく見てみるとなんかね、16、15、14。14がなんか残んのかなわかんないですけど、あとなんか SE がなんか出てるっていう。怪しいな、これな。結構簡単に作れちゃうんでね、これ。で、6.1 インチのディスプレイっていうところと、左上がアクションボタンですね。15 Pro に載ってるやつ。いろんな機能を割り当てる、ミュートスイッチのところがボタンになってるんですけど、新しいやつでね。で、あと4800万画素の、これ多分3倍の光学ズームっていうことだと思うんですけども、はい。あとは Apple Vision Pro の多分空間、あれかな空間撮影っていうやつ。空間ビデオっていうのが撮れるんじゃないかなと思う。で、A18 チップで USB-C 感じの仕様になってて、なんかカラーバリは、これなんだろう、ブルーなのかなブルー、わからんこれ。ピンクとなんかイエローっぽいのとグレーっぽいのとなんかブラックみたいな。怪しいけどね、これすごい。これはガセかなと僕は思ってますけど、はい。一応こういうのもあると。モーション画像みたいなのが、これ16 Pro ですかね。なんかブルーっぽいのがあると。これが多分なんかゴールドっぽいやつと、ホワイト、ブラック、チタニウムみたいな感じなのかなと思います。はい。これは怪しいけど、どこで撮ったんだこれって感じだけど。よくわかんない画像。これか。なんでカラーが、なんかこの、スカイブルーみたいな感じなのかな。ブルーというか水色みたいな。どっちかというと。で、ピンク、イエロー、ホワイト、ブラックみたいな。いや、どうですかねこれ。どう思います？多分フェイクだと思うんだけどな。こういう画像ね、結構作れるんですよ、正直ね。簡単に。で、あと、カメラが、これ多分16 Pro だと思うんですが、使用書みたいなのが、これ中国語になってますけども、多分このテトラプリズムってやつかな。ズーム性能がいいやつが入るんじゃないかって言われてるんですけども、4800万画素、超広角カメラだと思いますね、これね。で、4800万画素で Apple Vision Pro の空間ビデオに対応して、これ超薄くわかんないけど、A18 Pro チップで、おそらくこの望遠性能と、なんか AI とか駆使して撮れるようになるよみたいなことだと思います、多分。これちょっと読めないからわかんないんだけど、主観運線、多分カメラとかっていうことなんだろうけどっていうのが一応ちょっと話題になってたんで取り上げてみました。はい。僕はガセだと思います、正直ね。これはめちゃくちゃ怪しいもんこれ。雷。はい。最近ねすごいよね豪雨が。っていうのとか。こ
これ18日に出てましたね。で、あとね、この iPhone SE に関してもですね、これスマートプリックスみたいなところから出ておりましたが、マーケティング資料が出たんじゃないかっていうところですね。はい。まあ、これもすげえ怪しいけどな。SE および SE4 ですね。第4世代。16シリーズに関する噂は多くの話題を生み出しています。まあ、一応2025年初頭、おそらく3月ぐらいに出るんじゃないかとか言われております。一応Weiboっていうですね、中国版のツイッターで、リークされたというか、マーケティング資料っていう形でところなんですけども、14とiPhone ね、14と同じですね、形的には。で、6.1 画面で、ここにノッチがあると。で、Face ID が入ってるっていうところと、Face ID ってことはね、多分ね、メイン用ってやつは、保証、私安全。はい。私安全です。で、A18 チップが入ってるということで、はわかんないけど、はい。iPhone16 シリーズでデビューする予定の A18 チップが入ると。おそらく、こんな感じの仕様にはなる気がしますけどね。でポスターにはなんか4199元っていう形らしいです。だいたい600ドルぐらい、値上げにはなるのかな。多分日本円でだいたい8万円から9万円ぐらい、8万5千円なんかいくらとか9万5千円とかで、iPhone14 みたいな、デザインになるのかね、おそらく。でシングルカメラ、ただ後ろがシングルカメラになってるみたいで、あと16 Pro に関してもこれも Weibo から出ているのかな、マーケティング資料で、この下側にこれキャプチャーボタンっていうやつだと思うんですけども、この右下の側面かな、電源ボタンの下になると思うんですけどもに、このキャプチャーボタンっていう、カメラ機能、シャッターをしたりとかできるようなものがつくんじゃないかって言われてるんですけど、それっぽいやつ、本物かどうかわかんないけど、これねすごい怪しいけど、でこれもさっきと一緒ね、なんでね A18 プロチップを搭載している可能性が高く、超薄型プリズム反射テクノロジーを組み込んだ、望遠性能が強いアップグレードされた48メガピクセルの超広角カメラ、広い画角のやつも綺麗に撮れると。4800万画素でね、光をねより多く取り込めるんで、暗い環境とかで、すごい綺麗に撮れるんじゃないかなと思います。でこれさっきと同じだね、画像は本当かなこれ多分ガスだと思うなこれな。で A18 チップセットのニューラルネットワークエッジによってカラーオプション、そうね、ブラックホワイトブルーイエローみたいな、イエローなの、ブロンズとか言われてますけど、なんかゴールド系のなんかカラーが出るんじゃないかっていうのは言われて、これもそうだね、さっきと一緒。どうですか皆さん、これメタブンアンサリさんが、はい、皆さんどうですか、ぜひコメントいただければと思います。さあ本当かどうか、これ本当か、これめちゃくちゃ怪しいぞ。はい、これ一応翻訳した記事になります。ちなみに元は英語です。で一応ね、このモックアップじゃないんですけども出回っておりまして、こんな感じかなのやつがブルー、グリーン、ホワイト、ブラックピンクみたいな、すげえリアルなんだよなこれな。これで出るっていう感じではないと思うけど、モックアップというかね、試作機の1個かな気はしますね、これね。でこれはアクションボタンついてるのかな、ここにアクションボタンと、結構横がもうちょっと濃い色になってるのかな。悪くない気はするが、もうちょっと本物はかっこいいんだろうけど、いやでも結構リアルだ。でこのアクションキャプチャーボタンがなんか16にもこれつくかもしれないですね。カメラ機能、シャッター押せたりするなんだけど、他は多分ねそんなに変わんない気がする。で、そうここがなんでこのなんだっけ、ミュートスイッチだったところがアクションボタンに、16はね、今15プロに入ってる機能なんで、それは入るかなって。で見たところはねそんなに変わんないかな。サイズ感もおそらく一緒なのかな、おそらく一緒なのかなっていう気はします。カメラがやっぱり空間ビデオに対応するためにこう横向きっていうかね、縦に並んだ、昔のデザインっぽくはなってる。悪くはないですけどね、これはこれで。カメラ、アップルインテリジェンスの話してるのか。カラー、グリーンと、これがイエローかな。もうちょっと薄っぽくなるんじゃないかなっていう気もしなくはないけど、どうなんだろうこれ。どう思いますこのカラーエメラルドグリーンみたいな感じなのかな。サイズ感やっぱりね一緒だな、見た感じ。このモックアップだといや一緒だね、全然。SIM カードスロットないけど、これは15だからないの。感じすげえ一緒なんですよ。はい、これ一応これ15プロとプロもあるのかなこれ。あれなんか終わったでもこれキャプチャーボタンで左に一緒っすねデザイン的にはねそんな変わんないのかな。このゾロテックっていう方が、出回ってるんでよかったら見てほしい。あとこのカラーとかに関しては、このブロンズゴールドかな。ブロンズゴールドっていうのが割と前から言われてるところではあります。ちょっと横が光ったような、これはデザインになってますけども、こんなテカリはしないと思うけど、これも14プロをなんか AI とかに読まして多分作らしたんだろうなと思いますけど、これ売れそうこれモックアップね。こんなになんかシャイニーというかね、こんな光ってる感じではないと思うんだけどな。でこれね、さっき出てましたマジンブーシーはデザートチタニウムと言われるもので、いろんなカラーがテストされてるもの、テストされてるんじゃないかと言われております。ただどうなるかは分かんないと。で14プロのゴールド色よりも暗く安定していて重い色、なんで
チタニウムなんで、こんなゴールドにはしないと思うけどな。中国向けって感じですよね。このぐらいがちょうどいい気がするな。こんな感じ。いいかもしれない。シャマク銀チャギ銀みたいなちょっと赤っぽい感じ、レッドっぽい感じ、ゴールドっぽい感じと、もうちょっと明るいブラックゴールドなんていうのはあくまでねこんな感じにはなっております。iPhone 16 Pro に関して、これは Weibo ですね。アイスユニバースっていう方が出してますが、これがなんで画面の保護フィルムかな、多分ね。16プラス16 Pro Max っていう形で、かなりやっぱりねベゼルが狭いというか、この縁がねめっちゃ狭くなってる気がします。やっぱ16 Pro のプロモデルは超薄い超薄いなっていう感じがする。これもなんで前面のガラスかな、多分薄いなこういうのは出てますね。強化黒縁を非常に挑戦していますね。これ中国語だからよくわかんないんですけど、翻訳して見れたりするんでね、これ Weibo ですね。中国版のツイッター。カメラについてですね、仕様とかさっきのキャプチャーボタンっていうの詳細を Apple Insider が伝えております。を学びました。高解像度の超広角カメラとか触覚キャプチャーボタンとかを入れるんじゃないかなっていうところですね。16プラスともに、2倍ズームっていう風か、もしかしたらこの5倍ズームセカンダリーウルトラワイドカメラ、5倍ズームもしかしたら対応するかもしれない。16のモデルでもね、プロじゃなくてプライマリーカメラは2026年と同じままです。そうなの2倍望遠、超ウルトラワイドが2翻訳があれだけど、これ 1.6 か、多分 2.4 から 2.2 なの。暗闇の環境に F 値がこれ低い方が暗闇に強い光をね多く取り込めるんで、おそらく暗い環境でもすごい綺麗に撮れるのかなとか、プロモデルに関しては 1.78 かなの F 値と、そうだね。で、5倍のズームがプロモデルの方でもできるようになる。今15プロはね、3倍ズームかな。2倍3倍って感じなんですけど、プロマックスはね、5倍ズームできるんですよね。2倍5倍だったかな。で、その5倍ズームがプロモデル16プロでもおそらく入るんじゃないかな。そんなもんかな、でも。で、ウルトラワイド。で、プロローが使えるからちょっとよくわかんないですけども、でもそんなもんかな。で、大きいところはやっぱキャプチャーボタンですね。さっき言ったこの右側、この電源ボタンかな。右下にこういったボタンがあって、指をこう、なんていうかな、このスワイプとかしたりすると、ズームできたりとか、ズームアウト、ズームインしたりとか、アウトしたりとかができるとか、こう触覚、わかんないけど、例えばダブルタップしてモードを切り替えるとか、そういったものがね、できるんじゃないかなと思います。本当に一眼レフとかカメラの感じ、ちょっとなんか半押しするとフォーカスできたりとか、焦点を当てられたりとかっていうのができるようになるんじゃないかなって。これがちょっと面白いかな。でもそんなもんかな、逆に言えばっていうのはあります。15プラスとの、比較で言うと、価格は多分こんなもんなんじゃないかな。ちょっと後ほどまた話しますけども、ディスプレイサイズは一緒で、おーって感じだけど、ダイナミック IR のも変わんないでしょ。チップが A18 になるでしょ。はい。Apple Intelligence 使える。カメラは多分ね、そんな変わんねえと思うんで、縦向きになるぐらい。光学ズームがどうなんだろうな。2倍いけたらいいけど、2倍というか5倍も乗ってくれればいいですけどね。多分2倍。で、バッテリーもそんな変わんないんじゃないかな。Face ID とかも一緒で、今価格はこんな感じではあるので、いや下がってくれると嬉しいけどね。重さとかはね、変わんないだろうな。意外と15軽いからな。ちょうどピクセル9ね、僕買ってきたんですけど、重い、やっぱり。200g ぐらいあるんで、そんなもんか、でもな。そんなもんかなところなんですが、プロはね、あんま変わんないと思うんだよな。15プロと、プロマックス、こっちですね。なんで関してはブルーと今ホワイトブラックっていう4色、15万9800円と18万9800円、変わんねえだろうな多分な。プロモーション常時表示、そうですね。なんでこの A18 プロになるのか A18 になるのか分かんないんですけど、多分 A18 プロなのかな、おそらくね。でこの超解像度写真がどれだっけ、はい、ここじゃないか。そうです。今なんで望遠が15プロは3倍1倍2倍3倍なんですよ。光学ズームって綺麗に撮れるオプションが。でこっちは5倍いけるんで、より5倍の方が僕好きです。よりこう遠くのものを綺麗に撮れると。USB-C、これに変わんねえだろうな。価格はこんな感じで、シテラで20万超えてきますからね。はい。10万近くいくからな。で、重さもそんな変わんないだろうな。A17 チップで、なんでこの超広角が多分48になるんじゃないかな。で、さっきの絞り値がちょっと F 値が良くなるんだろうと思う。暗い環境でもこう明るく映せるようになるのかな。で、光学ズームが、多分これが5倍になるぐらいじゃないですか。多分そんな Wi-Fi7 になるぐらいでしょ。あと、バッテリーもね、そんな感じかな。ざっくり言うと思います。最後、発売時期と価格に関してなんですけども、ちょっと戻ってきました。今年なんで9月の大体アップの発表会火曜に行われることが多いです。現地時間の。で、日本時間で言うと水曜の夜中2時になります。あっちが確か朝10時とかなんですけど、
アメリカなので、おそらく10日なので日本時間でいう11日の午前2時かな、水曜日になります。暦的には火曜の夜中なんですけど、ことで9月11日の午前2時に発表イベントがあって、この週の13日ですね、その週の金曜日に予約開始っていうのがだいたいいつものスケジュールなので、9月13日の金曜に予約開始、受付開始になって、で20日かな、ね、発売開始になるんじゃないかなですねっていうスケジュールが、おそらくほぼ大まかな感じというかってなると、今日撮ってるのがね20、今日23だっけ、多分来週ぐらいには4月終わり、早ければ、2週間前かだいたい1週間前にこの招待状という形でインビテーションがですね、9月どうですかね、4日か8月25、6とかぐらいに、もしかしたらもうそろそろ、早い時2週間前に来たりするんでぐらいに来るんじゃないかなって、これ以上後ろ18日とかになることはないかなっていう。だと発売が27日とかになっちゃうんでちょっと遅いかなって。で価格に関してはですね、今一応15プロがさっき見ていただいた通り15万9800円とか15が12万4800円になっております。結構為替によってね変わるんで、今見たら大体144円ぐらいだったのが前後を上下してます。今の価格結構ね160円160円かなで計算されてて、結構高めになってるんで、もしかしたら値下げは値上げっていうのはねそんなに考えづらいかなと思います。上がってもそんなに変わんないぐらい。ただ値下げあるんじゃないかなっていう今のところだとね、1ドル150円で計算すると結構安くなるので、150円でこれ計算したんですけども、 iPhone 16が799ドルですので11万9850円になります。なんで5000円ぐらい安くなるかなというところだったりとか、16プラスが899ドルになりますので13万4850円、現行の13万9800円のだいたい5000円引き、だいたい5000円ぐらい安くなるかなっていう感じ。10円下がると。16プロに関しては999ドルですので13万9850円になるのでだいたい1万円ぐらい、これはなんかすごい安く見える。ただね1万円差になっちゃうんで、16プラスとの差がね1万5000円か、いやーどうかなっていう、この価格設定はねって考えるとちょっとあんまなさそうかなっていう気はしますけど、これ絶対16プラス買わないもんね、1万5000円出すんだったら16プロ買うよなっていう。プロマックスが1199ドルですね。でこのプロマックスだけ、ドルでも去年上がりました。100ドルだけど1099ドルだったんですけど、なんで他の iPhone って、日本はずっと上がってるんですけども、ドルは一緒なんですよ。 iPhone12 ぐらいから。そうなんだよねここがちょっと為替ですよね、円安のあれなんだけど、17万9850円、だいたいこっちも1万円ぐらい安くなりますので、こう見るとねすごい安く感じるな。これはあくまで予想です。はい、50ドル計算になるんであればだけということで、皆さんいかがですか、どう思いますか。ぜひねコメントいただければと思います。あと iPhone のこのデザインとコメントください。ここをこうしてほしいとか、ここに不満があるとか、あと今 iPhone こういうの使ってて変えた方がいいですかとか、いろいろね僕以外の方もコメントで答えてくれたりしますので、ぜひチェックしてみてください。待つべきかどうかとかに関してはね話してますので、簡単に話すとあともう本当に1ヶ月ぐらいでおそらく手元に届くんじゃないかなと思いますので、待っていいと思います。正直ね別に今急いで欲しいとか以外であれば。ただiPhone15 Pro とかに関しては、いわゆる今回、Apple Intelligence っていうですね AI のものが使えるAI が入るんですね。でそれを使えるっていうのが今15 Pro と15 Pro Max だけなんですよ。 iPhone だとね、15 Pro は別に買ってもいいかなっていうか、型は特にそんな変えなくてもいいかなっていう感じで、ただ iPhone15 に関しては、今回 AI 機能っていうのは対応発表されてないので、それだったら iPhone16 買った方が長い目で見たらいいかなと思いますので、 AI 機能使えるので待ってもいいかなと。iPhone SE4 もね、おそらくもうそろそろだと思いますので、多分9万前後にはなりそうな感じではありますが、そこら辺待ってもいいかなと思います。一応 iPhone 以外、M シリーズのチップ M1、M2 とか M3 とか古いモデルもMacBook とか iPad とかね使えるんですよね。 Apple Watch は使えないみたいですけど、なのでそれで AI 機能を使ってもらうっていうのでもいいかなと思います、正直。でまた日本語の対応もねまだ1年ぐらいかかると思うんで、まず英語から対応するっていう感じで、まだ日本語の対応は発表されてないんですけど、ところを考えるとそんなに急いで買うこともないかなって思いました。でおそらく Apple Intelligence まだまだ点途上な感じはあるんで、それもまたレビューしますので、ぜひ気になる方はねチャンネル登録、この動画少しでもいいなと思ったらぜひ高評価お願いいたします。はい、ぜひコメントもお待ちしております。でまた iPhone15 のレビューとかね、ケースとかもいろいろレビューしてますので、あと今 Pixel 9もね買ったのでレビューします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い週末お過ごしください。じゃあまたね。鼻がかゆい。いやーでもね、16は買うけど、あんま変わんねえな。はい、ちょうど今 Pixel 9も届いてね比較しますよ。これは質感結構いい感じですけど、15 Pro でね全然いいと思う、正直。あんま変わんないだろうし、キャプチャーボタンぐらいかな。カメラ好き
ぐらいじゃないぐらいかなっていう。難しいねこれね選び16と16プロな。いやプロマックスもいいんですけどね。はい。いやちょっと迷うね。また今年は何を、まあどっちも買うけど多分。はい。